久しぶりだね。思ったより元気そうじゃないか。あれからどう？楽しくやってる？明治時代も悪くないよね。ゴミゴミしてないし、自然は多いし、かまどで炊くご飯はおいしい。このまま永住してもいいくらいさ。例の約束？今の「すっとぼけないで」は最高だったよ。相変わらず怒った顔も素敵だ。ゾクゾクする。そのまま僕を虫けらみたいに踏みつけてやればいいんじゃないかな。冗談冗談、もちろん覚えてるよ。次の満月の夜、君が現代に帰りたいなら僕が世紀の大奇術を仕掛けてあげようっていう約束だよね。君はまだ現代に未練があるわけだ。何かな？難しい質問だ。現代にも明治にも良い部分があるからね。強いて言うならそうだな。君のいる時代だ。冷たいね。本心かもしれないじゃないか。泣いても笑ってもいずれ満月になる。自分がどうしたいのか、それまでゆっくり考えるといい。そう、帰りたいのか帰りたくないのか、この時代でやり残したことはないのかとかね。僕が言うのもなんだけど、君がこの時代にいる意味は必ずあると思うのさ。その意味に気づくのがいつになるかは僕にはわからないけどね。君に何が見えているのか僕にはわからない。それが意図せず見えてしまうものなら、やはり意味があると考えるのが自然じゃないかな。意味がないものなら君も自然と忘れるよ。現代で元の生活に戻れば、この時代での記憶はあっという間に薄れる。人間の記憶ほど頼りないものもないからね。おかえり。ふみさんに聞いたよ。月見に行ってたんだって。意外。いや、
ただてっきり君は満月にしか興味がないと思っていたから。満月といえば十五夜、十五夜といえば月見団子だろ。食い意地の張った君が空を見上げながらよだれを垂らす姿が容易に目に浮かぶよ。何ほっとしてるの？食い意地が張ってるって言われてるのに。なあ、逃げた猫が今ようやく絵の中に戻ってきたところ。だから俺の描いた黒猫が化けの神になって絵の中から逃げ出したんだ。前にもそう説明しただろ。化けの神。優れた絵や彫刻や小説には魂が宿って化けの神になる。化けの神は知らない間に作品の中から抜け出すことがあるんだ。この猫が抜け出したのもこれで3回目。もういい加減にしてほしいよ。いるんじゃない？つくも神とかオンモラキとか玉寄りじゃない俺には見えないけど。つくも神は古い道具に魂が宿ったもののけ。骨董品のタンスとか三味線とかそういうのに宿りやすい。でオンモラキは成仏できてない人間のもののけ。いわゆる幽霊とも言うけど。どう？わかった？二度は説明しないよ。おや、コリスちゃん。帰っていたのかい？ずいぶん遅かったではないか。僕は書斎でずっと小説を書いていたのだが。そうだ、ちょうどいい。僕の書斎に来てごらん。構うものか。少々散らかってはいるが、気にしないように。せいぜい気をつければ。知っての通りあの人手が早いから。さあ気になるなら聞いてみなよ、自分で。お入り。ああ、そのドレスはお前のだ。少し前フミさんに採寸してもらっただろ。あの時に注文したドレスがさっき出来上がってきたのだよ。
どうだい？気に入ったかな？それはよかった。和装姿の女性もいいものだが、洋装姿の女性もまた格別だ。いやしかし、お前は西洋的な体型をしている。このドレスがさぞかし似合うはずだ。礼を言うのはこちらの方だ。お前に少々無理をさせているのではないかと俊宗に言われてしまってね。しれっとした顔で、あれもなかなかどうしてお前を見ているのだ。ああ、今は小説とオペラの翻訳を並行させているのだよ。オルフェオとエウリディーチェという演目だ。ドイツの洋行時代にはよく舞台を見に行ったものだ。中でもこの演目は素晴らしくてね、ぜひとも僕の手で翻訳し、日本でも上演したいと思ったのだよ。コリスちゃん、お前はたまに僕を置いてきぼりにする。お前の心がどこにあるのか、たまにわからなくなるのだよ。ここではないどこか遠くに置き忘れているのではないかと思い巡らせてみるのだが、とてもお前の深淵には届くまい。教えてくれないだろうか。お前の心の置き場はどこにあるんだい？わからない。それはつまり思い出せないということだろうか。では思い出せないままにしておくといい。その間だけはお前の心はここにあると思うことにしよう。ドイツ語かい？いいだろう。エウリティーチェ、エウリティーチェ。亡き魂、今いずこ。妻、我痛みて絶え間なく、なおぞ呼べる。神々、なお返せ。呼べども風に消される、風に消される。うららかに照る火よ、匂いのめでたさ。羽あるわらべのめでたき歌こそ響き渡れ。風のそよぎ、川のせせらぎ。
共に静けさをぞ誘う。その静けさ、我には我が幸を返さず、ただおみなエウリティチェ、浮きを払うはなれ一人ぞ。とまあそんな感じだ。実はまだ完成はしていないのだよ。近いうちに仕上げなければならないと思ってはいるのだがね。確かにドイツ語を日本語に訳すのは単純な作業ではないが、だからといって別段難しいというほどのことではない。日本人にとっては英語よりもドイツ語の方が習得しやすいのではないかと僕は思う。慣れれば実に聞き取りやすい言語だ。ああ、ドイツでは実に有意義な時間を過ごした。官費での留学とはいえ、大名旅行というわけにはいかなかったがね。何か気になることでも？本当かい？わざわざ興味のないことを人に尋ねるほど、お前も暇ではないだろう。僕がドイツでどんな生活をしていたか、気になるのだろうか。嘘をつくときは相手の目をしっかりと見た方がいい。落ち着きのない態度では見破られてしまう。まあお前のそういった素直なところも気に入っているのだけどね、僕は。からかってなどいない。前にも言ったが、僕はお前を見ていると構わずにはいられなくなるのだ。それが自分でも不思議でね。はは、驚いたかい？警戒心の薄いコリスちゃん。いつも好きだらけだから簡単に抱き寄せられてしまうのだ。くれぐれも気をつけたまえよ。世間の男どもは僕のような紳士とは限らない。もっとも僕とて常に紳士であり続ける自信はないのだけどね。見ればわかるだろ？お前の手に接吻をしているのが。実に紳士的な接吻だろう。そうだな。お望みとあらば、紳士的でない接吻を試してみてもいいが。こら、逃げるんじゃない。僕が怖いのかい？怖いと思うなら、目を閉じればいい。目を閉じてしまえば、僕の顔を見ないで済む。そう。何も考える必要はない。お前はただ目を閉じて、ほんの少し、顎を上げればいいだけだ。簡単だろ？そうだ。上手にできるではないか。では、ご褒美をあげよう。こらこら。誰が目を開けていいと言ったんだい？僕に断りもなく、勝手なことをしたらダメだ。では、もう一度。断っておくが、僕はなかなかしつこい男でね。満足がいくまで
何度でもやり直しをさせるから、そのつもりでいてくれたまえ。文句があるなら聞こうではないか。ほら、どうしたんだい。僕に文句があるのだろう。黙っていてはわからないのだが。まあいい。のんびり待つとしよう。僕はしつこい男だが、気の長い男でもあるのだ。さあ、では最初からもう一度。ほら、目を閉じて。おはよう。なんだ君か。また妙な化粧でも始めたのかと思ったよ。こないだよりうんとひどい。大貝さんと何かあったの？何？バカじゃないの君。それで君はどうしたいの？事実かどうかはともかく、大貝さんに複数の恋人がいることが発覚したんだろ？それを知ってどうしたいの？俺はてっきり君が大貝さんに化粧してるのかと思ってたんだけど。化粧は化粧だろ？君、大貝さんのこと好いてるんじゃないの？大貝さんのこと諦めるの？だったら朝から仲がいいではないか、お前たち。おはようございます、大貝さん。居候同士仲がいいのは結構だが、年頃の男女が朝っぱらからくっつくのはいかがなものかと思うが、屋敷の風紀が乱れるではないか。俺は彼女の相談に乗っていただけです。色恋の悩みがあったようなので。色恋？それはまた初耳だ。コリスちゃん、
一体どういう悩みがあるんだい？顔色が悪いようだ。もしや家や家族のことを思い出したのではないだろうね。朝っぱらからくっついちゃいけないんじゃなかったでしたっけ？じゃ、俺は学校に行ってきます。うん、行ってきたまえ。しっかり勉学に励むのだよ。はい。コリスちゃん、そろそろ美人コンテストの日が近づいているわけだが、そうか、それは頼もしい。ところでその後のことなのだが、僕はお前の記憶が戻っても戻らなくても、今後もずっとこの家にいてもらって構わないと思っている。お前の家族の都合もあるだろうから無理強いはできないが、許可さえ出るならこの屋敷に本格的に住んでくれていい。どこに帰るというのだろう。今後とは何だ。お前は思い出してもいないうちから自宅に帰ることを決めているのかい？わからない。お前の家はこの世の最果てにでもあるというのだろうか。そこまで遠い場所に帰らなければならないのなら、ますます僕はお前を手放すわけにはいかない。生き別れのようなあんな思いは人生のうちにそう何度も味わうべきではない。一度で十分だ。君、鴎外さんのこと好いてるんじゃないの？綺麗ですよ。よくお似合いです。
お姫様のつつがないご帰還をお待ちしてます。頑張ってくださいね。何やってるの？しっかりしなよ。え？信じられない。いつの時代の人なの君って。俊宗、そこは紳士ならご婦人の手を取って差し上げるべきだろう。あいにく荷物で手が塞がっています。そもそも居候のエスコート役は鴎外さんなのでは？コリスちゃん、気を悪くしないように。俊宗はね、お前があまりにも美しいから照れているのだ。俺は照れてなどいませんが。向きになるものではない。美しいものを美しいと認めて何が悪いのだ？向きになってなどいません。大体どうして無関係な俺まで鹿鳴館に行かなくちゃならないんです？同居人の晴れの舞台だ。祝ってやるのが当然だろう。何を祝えばいいんですか？最低でも参加賞ぐらいはもらえるかもしれませんが。それはいいね。助かるよ。はは、バカを言うものではない。僕はダイヤモンド入り18金指輪以外は認めないから、そのつもりでいてくれたまえ。顔色が悪いようだが、どうしたんだい？お前らしくもない。うん、確かに。昔のお前はそうであったのかもしれない。しかし、僕の知っているお前は感情が豊かで、誰をも引きつける不思議な魅力のある女性だ。笑うのと同じくらい怒りもするが、今はもう、引っ込み思案なだけの娘ではないよ。お前は美しい。もっと自分に自信を持ちたまえ。この中でお前ほど美しい婦人はいない。僕はそう思う。
では候補者12番東京府神田区。素晴らしいではないか、コリスちゃん。なんと叙情的な朗読だ。あの疾走感のあるセリフ回し、ジュリエットの恋焦がれる気持ちが痛いほど伝わってきた。ま、そこそこかな。頑張った甲斐はあったんじゃない？どうしたんだい？申し訳ございません。たった今終了してしまいまして。こら、何を落ち込んでいるのだ。お前は素晴らしい朗読を披露したのだから、もっと胸を張りたまえ。ローストビーフがない？だったら刺身でも食べればいいだろう。君、もしかして何か期待してるの？だよね。ならいいけど。一応言っておくけど、入賞できなくて当然だから。だいたいこういうのは家柄で順位が決まるんだよ。大貝さんの家も名家だけど、さすがに財閥筋や市長の娘にはかなわない。それでは発表いたします。全国美人第1等は福岡県小倉市長令嬢末永真知子さんに決定です。誰もそんな心配してないだろ。早く行きなよ。僕はまるで納得ができない。なぜ彼女が一等ではないのか。どう考えても僕のフィアンセが一番優れていたではないか。静かに凛太郎さん。これは完全に審査方法に問題がある。おばさんもそう思うでしょ。
何を言うのです。これは平等な審査であって。審査基準を明確にすべきだ。その上で厳正かつ公正なる再審査を要求する。大貝さん、正義の人だから。おう、コリスちゃん、そこで待っていなさい。僕は不正を見過ごすことができないのだ。なぜだ。入賞すべき人間が正当な評価を受けられないのはおかしいだろう。これは何か表沙汰にはできない陰謀がうごめいているとしか。何をするのだ。僕は正当な権利を主張したまでだ。仮に1等には満たなかったとしても5等までに入らないのはありえないだろう。それでは困る。確かに入賞は逃した。だがお前は僕の親類たちの前で堂々たる立ち居振る舞いを見せたではないか。あれで皆もお前が僕のフィアンセたる資格を認めざるを得なかっただろう。いいかい、コリスちゃん。お前は誰が何と言おうと僕のフィアンセだ。もちろん最初はただのフィアンセのふりでよかったのだ。僕はまだ所帯を持つ気はなく、見合い話を先送りにできればよかった。だが僕はお前という娘と出会ってしまった。身元も不確かなお前に惹かれている自分を否定できない。冗談であったら僕も随分と楽になるのだけどな。まったく、なぜお前は僕の前に現れたのだろう。もしお前と出会わなければ僕は身内が勧めた相手と結婚し、公人としての生を全うしたはずだ。もとよりそのような人生を歩むつもりだったのだ。しかし計画が狂った。僕はお前を愛しいと思う。夢の中にいるような儚い存在のお前に僕は確かな恋情の念を抱いている。そんなに困った顔をするんじゃない。困っているのは僕の方だ。運命などという言葉で安易に片付けるのはいかがなものかと思うが、あの日鹿鳴館でお前と出会ったこと、あれが必然という名の運命だったのではないかと思わずにはいられないのだよ。お前は僕との出会いをただの偶然だと笑うかい。運命であってほしいと願っているのは僕だけなのか。それとも
わからないことはないだろう。お前はただ一言、運命だと言えばいい。僕らはどう抗おうとも、運命から逃れることなどできやしないのだ。いいかい？僕は冗談ではなしに、お前の本当の意味でのフィアンセになりたいと思っている。本気で、お前を妻に迎えたいと思っているのだ。どう思う？考える時間はたくさんあったはずだ。僕はただ、お前の気持ちが知りたいだけだ。お前が僕の屋敷に残り、僕と共に生きていく気があるのかどうか、それが知りたいだけだよ。愛しているよ。アウフビダーゼン。おい！どこに行っていたのだ、お前は！当たり前だろ。お前の家はここだと何度言わせれば。なぜ僕から逃げる？僕はお前を愛している。確かにそう言ったはずだ。そんなお前がこんな夜更けに街で一人になって、僕が少しも心配しないとでも思ったのかい？僕がどんな思いでお前を街中探したのかわからないだろう。
こに帰ってきてくれた。お前の意志で僕の元に帰ってきた。違うかい？ならば、それでいい。それが僕の気持ちに対するお前の返事だと、そう受け取ることにしよう。なんだい？おや？なぜお前が彼女のことを知っているのだろう。エリスは僕の小説のヒロインだ。僕の小説の中から抜け出して、ここ数週間ほど姿を見せないのだが、何か心当たりでも？そうかい。やはりお前は玉寄りだったのか。だがお前のおかげで助かった。小説の中にようやく彼女、エリスが帰ってきたのだよ。これでようやく話を完成させることができそうだ。ん？ああ、あれは。そうかい。僕はかつてドイツであるものを失ってね。過去の話ではあるが、あの時の喪失感を思い出すと今でも身がすくむ。僕はね、恋をしていたのだよ。だが結局その恋は報われないまま、僕は日本に帰ることになってしまった。あの時と同じ思いを繰り返すぐらいなら、僕は感情を捨ててもいいとさえ思った。感情のない石のような人生を送ろうと、詩人としてではなく公人として、そして森家の嫡子としての人生を演じきろうと思ったのだ。あの夜、お前に会うまでは。僕はもう二度と失いたくないのだよ。もう何があっても失わない。それができて初めて、僕は僕の人生を歩むことができる。まったく、いつまで経っても好きだらけなのだな、お前という娘は。そんな風だからこんなに容易につけ込まれてしまう。
僕はお前を愛している。お前の記憶が戻ろうが戻るまいが、お前はずっと僕の隣にいなさい。わかったね。返事は今すぐでなくていいのだよ。僕が口つけている間にゆっくりと答えを出せばいい。こうしていれば1時間や2時間あっという間に過ぎてしまうだろうからね。どこにも返さない。お前は僕のものだ。帰りたいのかい？それは無理だ。お前は僕の本当のフィアンセになったのだからね。こら、顎を上げなさい。ちゃんとできるではないか。いい子だ。次は口を開けて。離さないよ。ずっと。ねえ、離れても元気でいてね。君のこと忘れないからね。やあ。いやあ、会えてよかったよ。探しても探しても見つからないから、そろそろ帰ろうかと思っていたところなんだ。満月の夜はね、生き物の血が湧き立つのさ。じっとしてはいられなくなる。そして少し不思議なことが起こりやすくなるんだ。僕の技術が時空の壁を壊し、君をこの時代に運んだようにね。でも楽しかったろ？君はこの時代でさまざまな人々と出会った。そして離れがたいほど大切な存在だと思える人にも出会ったんじゃないかな。さて、挨拶はこれぐらいにしておいてと。その人は君にとって大事な人なのかな？さあ、よく考えて。これは大切な質問だよ。君にとってその人は、現代での生活よりも大切なものなのかな？